君たちは原神というゲームを知ってるだろうか。今はソシャゲ業界ではナンバーワンと言っていい世界的に人気のあるゲームだ。まあ俺といえばガチプレイヤーってほどでもないんだが、まあ一応冒険ランクは最高レベルの60。あとこの風太郎って女は俺の嫁です。でなんか今度この原神の特番で料理することになったんで、今回はこのゲームの中に出てくる料理を作っていく。で今回作る料理だが、この重骨ラーメン、こいつをこのゴロっつう獣に作らしたらゴロのオリジナル料理が出来上がります。その名も上昇伝説。今回作るのはこのヤバそうなラーメンだ。まあ全く作り方はわからないんで、まずは材料チェックといこう。獣肉、ベースとなるのはこいつだろう。豚骨ラーメンと思いきや、この原神という世界には豚はいない。獣といえばイノシシだ。で小麦粉、これが麺で、タケノコはメンマで、あとは煮卵か。この中だと獣肉だけないんで、ちょっとイノシシを一狩り行こうぜ。というわけでイノシシのたまり場に来てみた。よし行け、俺のレベル25ロー。先生こっちで天道万象。駆逐完了。そしてイノシシ肉を行産ゲットや。というわけでイノシシの肉と骨をゲットしてきた。さすがにイノシシを調理するのは初めてだが、まあ扱いは豚骨と一緒やろう。そして今回ゴローになりきりグローブをつけて調理していく。衛生的にどうかとかそういうツッコミはなしだ。大人の事情ってやつだ。察してほしい。つうわけで行くぞゴロー。ついてこい。いやお前が俺についてこい。まずはでかいイノシシの骨を鍋に収まるように何とかして解体していく。うちには寸胴なんてねえんだ。ほんで家にある一番でかい鍋に骨を入れたら、これを一回血抜きする。水に浸して塩を入れ海水嫌いの塩分濃度にしていく。こうすると浸透圧で血や臭みがどんどん出てくる。まあ、この血抜き作業やらなくていいという説もあるんだが、初めて扱う獣なんで一応やっておこう。この状態で30分ほど置いておく。血と汚れが浮いてきたんでこいつを一度洗い流す。さらに何度か水洗いし掃除する。で水をひたひたになるまで入れて、ここから骨を煮込んでいく。グオパー火を吹け。こっからは窓全開、換気扇もマックスだ。最終的には豚骨のような白濁としたスープを目指したいんで、火力は終始強火でガンガン炊いていく。弱火でコトコト煮れば透き通ったチンタンスープに、強火でガンガン煮れば白濁したパイタンスープになる。最初の方はどんどんアクが出てくるんでこいつを取り除く。あと骨が柔らかくなってきたら骨とか関節を切ってやると骨髄からより濃い出汁が出る。水分が減ってきたら随時水を足す。絶対に焦がしてはならない。で肉の方でチャーシューを作っていこう。表面の水分は臭みの元なんで拭き取っておく。厚みがあるところは切り開いて、肉を巻いてギュッとして癖をつける。タコ糸用意。まず端の方をきつめに二重に肩結びにする。そしたらこんな感じで輪っかを作り、できた輪っかに肉を通す。結び目が上に来るようにしてキュキュッと締める。あとはこれを繰り返すだけや。端まで巻いたら肉をひっくり返し、少しお湯を持たせて糸をカット。そして先端を輪っかに通していく。一回通したら同じ箇所にもう一回。そしてまたこれを繰り返す。全部通したらまたひっくり返して、
最初に余らせた部分と固結びしたら完了だ。そうしたら縛り上げた肉を茹でていく。ひたひたに水を入れて、香味野菜をガンガン入れて下茹でする。青ネギ、生姜、ニンニク、いずれも皮付きのままでいい。鷹の爪。しばらく煮るとアクが出てくるんで取り除く。アクを取り一度沸いたら蓋。完全に密閉すると臭みがこもるんで軽くずらして空気の逃げ口を作っておく。この状態で弱火でコトコト90分ほど煮込んでいく。煮込んだら一度香味野菜を取り出し、ここから調味料を入れてチャーシューを味付けしていく。この茹で汁、いい肉の出汁が出てるんでこいつもスープの方に追加しておこう。半分ぐらいスープを残したらここに調味料を入れていく。こんなんは目分量だ。醤油、酒とみりん、そして砂糖、そして水で水分量と濃度を調整する。まあ大体ちょっと濃いめの甘辛い味付けになればいい。チャーシューだれの比率はググったらいろいろ出てくると思うんでそっちを参考にしてほしい。味が決まったらキッチンペーパーで落とし蓋をし弱火で30分ほど煮詰めていく。30分ほど煮込んだら火を消してこのまま冷ます。冷める段階で肉に味が浸透していく。煮卵も同時に作っていこう。沸騰したお湯にそっと卵を入れたらこのまま8分茹でていく。茹で上がったら氷水に入れ火入れを止め殻を剥く。先ほどのチャーシューの煮汁、こいつがある程度冷めてるのを確認したらここにゆで卵も入れちゃおう。再度落とし蓋をしたらこのまま冷蔵庫で一晩寝かせておく。ちなみにスープの方は丸1日煮込んだらこんな感じになりました。寝かせておいたチャーシューと煮卵、いい感じに味が染みてそう。肉に焼き目をつけるために表面の水分は拭き取っておく。チャーシューの糸ももう外していい。そしたらフライパンを熱してチャーシューの表面を焼き香ばしい焼き目をつけていく。強火で全ての面をまんべんなく焼き付け焼き色をつける。イノシシ肉意外とてか全然癖がなくて普通にうまい。そしてめっちゃ肉々しい。煮卵は半分にカットし彫刻刀を使ってデコっていく。先っぽの方に3つ穴を開けて作った穴に黄身を詰め込む。そしたら周りにギザギザの切れ込みを入れていく。これで肉球煮卵の完成。さらに飾り付けを作っていく。黄色のペーストを作りたいが
何か黄色いもの。今回は卵の黄身を使っていこう。余った白身は貴重なタンパク源。当然のように飲む。黄身は爆発しないように軽く潰してラップをしレンチン。1分半ぐらいでいってみよう。固めた黄身をマッシャーで細かくしていく。パサパサなんでちょっと水分足して。ちょっと時間かかるんでハンドブレンダーで粉砕していこう。最初からこうすればよかった。このままペースト状になるまで細かくしていく。軽く塩で味をつけ、片栗粉を少しずつ入れ、いい感じの粘度がつくように調整していく。そうしたらポンプに生クリーム注入器にこいつを詰め込んで、よし、黄色いペーストは OK だ。そしたら次は生地作り。小麦粉と片栗粉を3対1ぐらい。軽く塩で味付け。水を少しずつ足しながらちょうどいい硬さになるまでこねていく。緩くなりすぎたらまた粉を足して調整する。やや固めぐらいでいい。くっつかないように粉をひいてこの生地を伸ばす。そしたらこの肉球スタンプ、そしてこのワンチャンスタンプ、こいつらで型抜きをしていく。そしたらまた工作の時間だ。くり抜いた部分に黄色いペーストを詰め込んでいく。ペーストを詰め込んだらワンちゃんの耳と口を作っていく。お目目とお花は後で入れるんでへこませておく。飾り付けができたらこいつらが崩れないようにそっと静かに茹でていく。ここで崩れたら全てが台無しだ。もう二度とやりたくない。 2,3 分茹でたらそっと引き上げる。そしたらなんか黒いもの、今回はトーチを使おう。こいつを3等分にしてワンちゃんのお目目とお花をつけていく。ああ、これはどう見てもいいねやな。よし、クソ面倒な作業はこれで終わりだ。あとは残りのトッピングを一気に刻む。水で戻したキクラゲ、青ネギ、そして海苔。よし、これでトッピングの準備は全て完了だ。あとはラーメンを作るだけ。麺は豚骨ラーメンっぽく棒ラーメンでいこう。
チャーシューのタレを返しに使い、あとたまり醤油も少し。これをスープで割っていく。なお今回スープに塩は入れてないが、塩水で血抜きをしたことですでにスープに塩味はついている。麺を入れたら用意したトッピングを次々に投入していく。これにて完成。上昇伝説。いただきます。いける。いけるぞイノシシ。ジビエラーメン。もっと癖があるもんだと思ったが、意外や意外。豚骨よりもあっさりしてて食べやすい。チャーシューもほぼ癖がなく、むしろ肉々しくてめっちゃうまい。イノシシラーメン。鶏とも豚とも違う、味わったことのない新鮮な風味。しかし全く嫌味な感じではない。もう作りたくないんで、どっかの店がやってくれないだろうか。獣の匂いに反応する獣。いつになく落ち着きがない。今回ほぼ一からラーメンを作ってみたが、まあなかなか大変というか、すんげえ時間がかかる。しかしその分、食べた時の喜びはひとしおだ。そして完食してみて改めて思う。ラーメンなんて家で作るもんじゃねえ。ごちそうさまでした。